7、母との別離。イエスはもはや弟トマスの言いなりになる生活をやめた。彼は夜の集会に熱心に来ていたエルダと、妻の名はエステルの元に行くことにした。エルダとはたくさんの畑を持っており、秋には莫大な小麦の収穫を上げていた。夏のある朝、イエスはこのことを母に告げた。母は青ざめてしまい、慰める言葉もなかった。母マリアは再びイエスを手元から離したくなかったからである。夕方になってトマスはイエスにここから出て行かないでほしいと言った。その頃トマスはすっかりイエスに対する妬みが消えていた。今まで厳しく守らせてきた時間制限を外し、全く自由にしてもよいと言った。しかしどんなに引き止めようとしてもイエスは聞き入れなかった。母は五章だからその理由を聞かせてほしいと哀願した。今度でイエスの家では3度目に当たるのであった。母さん、少しでもこの家に平和を保たせるためです。僕がこの家にいない方がずっと平和なんです。肉体を傷つけようとする者を恐れるのではありません。魂を傷つけようとする者を恐れているのです。私がこの家にいれば、必ずあのサラが母さんを苦しめ、痛めつけるでしょう。あの女が母さんをいじめるたびごとに、僕の心は煮えくり返るのです。そして僕の判断を狂わせてしまうのです。僕たちはやはり一緒に暮らせないのですね。きっとこうなる運命なのでしょう。マリアは反論できなかった。娘時代に天使ガブリエルのお告げを受けたマリアは、すでに我が子のたどるべき道が唱えられていることを察知していたので、もう止めることを諦め、立ち上がった。そして天の御父が、いつでもイエスを守ってくださるようにと祈った。このようにイエスは母に別れを告げ、次の日の朝、家を出て行った。その夜イエスは他の労働者と一緒に小さな納屋の中で泊まった。辛い日々が続いたけれども、イエスの心は実に爽やかだった。霊的に満たされていたからである。特に夜は嬉しかった。サラのキーキー声も聞かれず、さらにいじめられている妹の騒がしい声もなかったからである。月が昇る時に静かな祈りを捧げ、日の出とともに天使と御父との交わりがあり、誰一人として邪魔する者がいなかった。ただ一つ母と共ならぬ寂しさがあった。2週間が過ぎたある安息日のこと、イエスが高原地帯にナザレに行った時、一度だけ母に再会したことがある。我が家から少し離れたところに古いカエデの木が立っていて、その木の根元に腰掛けながら話し合ったことがある。しかし我が家には入らなかった。さらに見つかったら大変だと思ったからである。イエスは家族から離れ、さすらいの生活を続けるのであった。その後風の便りによれば、サラは母マリアに対してとても優しくなったという。母マリアもやっと平和な暮らしができるようになったけれども、かえってイエスが与えてくれた素晴らしい輝きと恵みを失ってしまったのである。